こんにちは。パンが大好きなゆりこです。最近買った12センチのケーキ型で作る丸食パンが大きさもちょうどいいですし、丸っこくて可愛くてとっても美味しいので、その紹介をしていこうと思います。今日はその食パンのレシピと、その食パンで作るサンドイッチと、ミルク食パンとチョコナッツ食パンも紹介していこうと思っているので、最後まで楽しんで見ていただけると嬉しいです。映像の方では着々と計量が進んでいるのですが、ホームベーカリーの方に牛乳と強力粉とお砂糖とお塩とドライイーストとバターを入れてセットしていきます。まずはこねモードで20分でスタートです。回っています。こんな感じでこねることができたら、お次は発酵モード30分でスタートです。この間に12センチのケーキ型にオリーブオイルを塗っておきます。焼き上がった時に型からパンがスルッと抜けるようにするためです。一次発酵を終えて2倍くらいの大きさになりました。これをホームベーカリーから出して丸めていきます。ここまでほとんど計量しただけですけど、ホームベーカリーによってこんなツルツル丸々な可愛い形になりました。それでは早速型に入れていきます。この時点ではだいぶ余裕がある感じなんですけど、ここから二次発酵をしていきます。今回は圧力鍋の発酵モードを使って35度で30分二次発酵をしていきます。二次発酵が完了しました。ケーキ型いっぱいに膨らんでいます。それでは180度に予熱したオーブンで20分焼いていきます。そうするとこんな感じの焼き上がり、かわいいドーム型になりました。いい感じですね。焼き上がりすぐだとちょっと生地が柔らかくて切りづらいので、少し冷ましてから切るのがおすすめです。今回はサンドイッチにしたかったので薄めに切りました。サンドイッチ用のパンを避けて、すぐに食べない分はラップに包んで、そのラップに包んだものをジップロックに入れて冷凍していきます。そうすると朝ごはんとかで食べたい時にすぐ食べれるのですごく便利です。今回はこの食パンを使ってサンドイッチを作っていきます。まずはゆで卵を作ります。固茹でにしたかったので沸騰してから9分火にかけました。流水で殻を剥いていきます。皮を剥くことができたら潰してマヨネーズとお塩と黒胡椒で味付けをして混ぜます。そしてハムを用意。サンドイッチを作っていきます。今回は簡単なハムサンドと卵サンドを作っていきます。パンにバターを塗って、その上にサニーレタスを乗せて、先ほど作った卵を乗せていきます。今回はサンドイッチを作っているんですけど、パン1枚にいり卵とチーズを乗せてトースターで焼いたものだったりとか、あとはトマトベースのサバを煮込んだやつとか、あと鶏肉煮込んだやつとかを乗せて焼いて食べたりするのもすごい美味しかったです。続いてハムサンド作りに入っていきます。ちょうどじゃん。個人的にはハムだけのサンドイッチ結構好きで、いろいろ入ってるサンドイッチももちろん美味しいんですけど、たまにこのハムだけの素朴な感じが食べたくなる時が私はあるんですよね。それでは切っていってみましょう。どうだろう。いい感じの断面。卵の方も切っていきましょう。
じゃん。お、いい感じです。いいですね。素敵な朝食セットができました。いただきます。普通に倒れそうだな。先にハムから食べていきます。美味しい。続いて卵サンド。美味しい。どっちも簡単でお手軽なのでぜひ作ってみてください。お次はミルクを練り込んだパンを作っていきます。昔セブンイレブンにあったバタースコッチがすごい好きだった記憶があって、ああいう食パン作れたらいいなと思って作ってみています。まずはお鍋に薄力粉とお砂糖を入れて泡立て器で混ぜます。そこに牛乳を投入するんですけど、ここでちょっとずつ追加していきます。一気に入れちゃうとダマになっちゃったりして嫌なので、少しずつ追加するのがポイントです。これを火にかけていきます。全体温まってきたらバターを追加してよく混ぜます。こんな感じでねっとりしたものができます。バットにラップを引いて先ほどのミルクペーストを出していきます。これ火を止めてからちょっと時間を置くとすごい固まってきちゃうので、手早くやるのがおすすめです。ある程度伸ばしたらラップで四角形に包んでいきます。そうしたら綿棒を使って平たく伸ばしていきます。この時にこの四角いラップの形に合わせて四角い形に伸ばしていくのがポイントです。出来上がったらこれを冷蔵庫で冷やし固めていきます。パン生地の方を準備していきます。牛乳に強力粉、そしてお砂糖、お塩、バター、ドライイーストを追加してまたまたホームベーカリーにセットします。これを20分間と一時発酵を30分間をホームベーカリーにお願いします。生地ができました。強力粉をまな板に出して生地を出していきます。こんな感じで膨らみました。まな板に出したらまずは一つに丸めていきます。そして綿棒を使って伸ばしていきます。この時先ほど作ったミルクシートよりも一回り大きい四角形になるようにするのがポイントです。そして冷蔵庫から出してきたミルクシートを乗せてお手紙を包むような感じで包んでいきます。そして包み終わったら綿棒を使って全体を伸ばしていきます。伸ばせたら三つ折りにしてまた角度を変えてさらに伸ばします。そしてまた三つ折りにして伸ばすを 2,3 回繰り返して一旦冷蔵庫で休ませます。冷蔵庫で休ませた方が生地が扱いやすくなっているので最後に成形をしていきます。伸ばして包丁を使って切っていきます。今回はねじねじの成形を3つに分けてやろうと思っているので6本にします。そして2本ずつをねじねじと絡ませていって最後にそれをくるくるくるっと丸めます。こんな感じ。3つできたら12センチのケーキ型にオリーブオイルをひいて
3つを並べていきます。こんな感じ。これを圧力鍋を使って発酵させていきます。発酵モードの35分30分です。こんな感じで膨らみました。表面にハケで牛乳を塗っていきます。塗ることができたら180度に予熱したオーブンで20分焼いて完成です。型から出していきましょう。今お家にミトンがなくて布巾を使って出しているんですけど、やけどに気をつけてください。ほっ、おお、よくない？美味しそう。わー、熱い。熱すぎるかも。やばい、めっちゃ美味しそう。熱い、でも熱い、めっちゃ熱い。でもやっぱ焼きたてがいいよね。熱い。焼きたてふわふわ、ほんのり甘くてすごく美味しかったです。最後にチョコナッツ食パンを作っていきます。まずはボウルにバターとチョコレートを量り入れます。やばい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 。そしたら耐熱容器にお湯を用意して、先ほどのチョコレートとバターを湯煎で溶かしていきます。面倒な場合は電子レンジでも大丈夫です。全体を溶かすことができたら、ここに粉糖を追加していきます。そして混ぜ合わせて、お次ココアパウダーを追加します。そしてまた混ぜます。そして薄力粉を追加して、さらに混ぜていきます。こんな感じに塊ができるので、今回は冷凍保存しておこうと思って2つ作っています。バットにラップを引いて、先ほどのチョコをのせてちょっと伸ばしていきます。ここの部分はミルクシートと同じ要領で、ラップを四角形に包んで綿棒で伸ばしていきます。ここでも四角形に伸ばしていくのがポイントです。もう一つも同じように作ったら、今日使う方は冷蔵庫で保存して、後日使う方は冷凍庫で保存します。パン生地を作っていきます。この日は牛乳もスキルミルクも切らしていたので、お水で代用しています。強力粉とお砂糖とお塩とドライイーストとバターを加えて、ホームベーカリーにセットして、こねモードで15分と一次発酵を30分間お願いします。生地ができたらまな板に強力粉を伸ばして生地を出していきます。そして全体を一つに丸めて綿棒で伸ばしていきます。そして先ほど作ったチョコシートの一回り大きいサイズに四角く伸ばすことができたら、チョコシートを乗せていきます。ミルクシートの時と同じように包んで綿棒で伸ばしていきます。そしてまた3枚に折り込みます。そしてまた伸ばして、今回はナッツとチ
チョコチップも間に折り込みました。気もしない。結構甘いパンが好きな方はこの追加トッピングもすごい美味しいのでおすすめです。さらに伸ばしたらまたナッツとチョコチップを乗っけて折りたたむっていうのを 2,3 回繰り返します。そして綿棒を使って伸ばしていきます。ちょっとチョコがはみ出てきて大変なんですが、今回はこれを3本になるように切っていきます。三つ編みのように成形していきます。三つ編みができたら端っこからくるくるくる止めまして、ひとまとまりになったら12センチのケーキ型に入れていきます。こんな感じ。これを圧力鍋の発酵モードを使って35度で30分間発酵させます。膨らみました。ここにナッツとチョコチップもトッピングしました。これを180度で20分焼いたら完成です。マーブルがねちゃんとできてたらいいね。生地が少し張り付いてたのでナイフで剥がして出していきます。そういえば最近この白いミトンを作って初めて使っています。はい、めっちゃそれで落ちたけどチョコたち美味しそうに焼けたので切っていきましょう。果たしてマーブルはできているのか。どうだじゃん。そうじゃない？美味しそうだよ。いい感じにできたので食べていきましょうまっ。うますぎです。